株式会社スノーライダー。俺が新卒で入社して営業一筋15年勤めている会社だ。主に海外との貿易を中心とした業務を行っており、世界の流通を担っている。そこの営業部のチーフとして働くこと15年。柏木チーフ、先日のアメリカの件ですけれど。ああ、大丈夫。担当のマイクとやり取りして無事に納品確認できたよ。ああ、ありがとうございます。助かりました。ほっとした顔の後輩の檜山ににこやかに笑いかける。社長がむちゃくちゃな提示したから心配してたんですよ。ああ、本当だな。去年就任した前社長の娘さんである横山楓社長はどうも取引を軽んじている感がある。何かにつけて自分たちの方が偉い、自分たちに有利になるようにしろ、下請けのことを考えるな、など、我々の取引に上下関係は存在していない。それを何度説明しても分かってもらえないのはいささか困ったものだ。どうして前社長は娘さんに社長の座を譲ったんでしょうね。そうだな。まだまだ現役でやれるはずの前社長は突然一線を退くと言って去年引退してしまった。当時社長相談役だった俺ですら全ての事情を知ることはなく、1年後と言われただけだった。その1年後という意味もよくわからないんだけどな。バン。その時オフィスの扉が乱暴に開かれた。こうやってオフィスに入ってくるのは横山社長だ。ああ、いたいた、目障りの柏木。社長は俺を見るなりニヤニヤと笑いながらこちらに近づいてきた。嫌な予感しかしない。ちょっとさ、経費削減でリストラリスト作ってんのよね。社長？リストラリスト？経費削減？檜山が慌てた様子で聞くと、社長は大笑いし始めた。パパからさ、1年でこれくらいの利益出さないとダメだって言われてるんだけど、全然届かないのよね。差し出された紙に書かれていた利益はそんなに難しいものではなかった。加えて俺たちが把握している売上であれば余裕でこの利益は生まれているはず。横山社長、うちの売上だったらこの利益は上がっているはずですが。何言ってんのよ。全然足りないっての。なぜですか？上半期の売上だけでも十分なはず。あんたバカなの？利益ってのは売上から経費引くんでしょ？そしたら全然足りないじゃない。まさか。俺はパソコンを開いた。経理部にアクセスして経費の一覧を表示させる。すると、なるほど、社長のエステ代や美容代などを全部経費で落としたわけですか。当たり前じゃない。何言ってんの？私は社長よ。しかも女社長。会社の顔であり、看板。見た目に気を使わなきゃいけない大変な責務を負っているのよ。細かく見ていくと、化粧品や送信マッサージ、脱毛などをすべて経費で処理していた。加えて毎晩のような接待費。会社のお金を湯水のように使っている実態がそこには記されていた。これは、そんなわけでうちの会社結構やばいわけよ。だからあれだけ取引金額釣り上げろって言ったのに言うこと聞かないから。いえ、社長のめちゃくちゃな経費管理が原因だと思います。俺ははっきり言った。前社長からは1年と言われた意味も理解した。彼女に社長を任せたら会社は1年程度しか持たないだろうという意味だろう。今すぐにその態度を改めないとうちの会社は倒産しますよ。するわけないじゃん。パパがお金出してくれるし。っていうかあんた本当に目障りなんだよね。だからさ。社長は違う紙を俺に突きつけた。
んたはクビ。横山社長、正気ですか？慌てて檜山が食ってかかる。檜山、あんたをチーフにしてあげるわ。よかったでしょ？よくないですよ。取引先には何て説明するんですか？チーフ指名の企業も多く。そんなしょぼい企業全部切ったらいいじゃない？うちの言い値で取引してくれる企業を探すのがあんたたち営業の仕事でしょ？うちの会社のことを何も分かっていない物言いに呆れて何も言えなくなった。ここまでとは。ごちゃごちゃわめいてた秘書もクビにしてやったわ。もうすぐ新しい秘書が来るから、檜山それと打ち合わせしてね。そしてくるりと俺に向き直る。というわけで、あんたは今日付で解雇です。わかりました。チーフ。すんなり受け入れた俺に檜山が驚いてこちらを見る。俺ももう社長のやり方についていけない。リストラだと言われるならそれで結構。潔いじゃん。ですが知りませんからね。そう言って俺はメール画面を開く。俺が担当している関連企業へ挨拶文を打つためだ。関係各所への連絡で半日はかかります。本日付ということは本日17時までの勤務でよろしいですか？今すぐ消えてほしいけど、まあいいわ。挨拶もしないで担当替えなんて印象悪いしね。いいわよ。今日中に荷物まとめて出てってくれれば。あ、でも、ひょいと俺のデスクから役職と名前の書かれたプレートを持ち去る。これはもう必要ないわよね。そうですね。何を言われても悔しさとか悲しさとかを感じない。それだけ俺はもうこの会社を諦めてしまったのだろう。上機嫌でその場を去っていく社長を横目に、俺は電話を取り出すと、ある場所へ電話をかけ始めた。柏木さんをクビにした？そうよ。だって言うこと聞かないし、盾ついてばっかりだし。数時間後、新たに配属された新社長秘書の芦屋さんが、俺がいないこと、ネームプレートがないことを不審に思い、檜山に一部始終を聞いていたところに社長がやってきた。折り返しの電話を受けていた俺もオフィスに戻ると、中はちょっとした騒ぎになっていたのだ。由美子聞いてよ。私はうちに有利になるように取引しろって言ってんのに、下請けにおべっか使ってばっかでさ、こいつ。おかげさまで業績は右肩下がり。晴れてクビにしました。嬉しそうに万歳なんかをする社長の姿を見て、俺はため息も出なかった。しかしそれ以上に絶望した表情の芦屋さんは、みるみる顔面蒼白になり、震え出した。社長、ご自身がとんでもないことをしたと分かっているんですか？え？そしてオフィス中に芦屋さんの絶叫が響いた。由美子、どうしたのよ。柏木さんがうちの会社からいなくなったら、もううちの会社は終わりなんですよ。そんな大げさな。チーフは檜山に引き継いでもらうし、勤続長くて給料高かったからちょうどいいじゃない。まだそんなことを。社長と芦屋さんのやりとりを尻目に、俺はテキパキとデスクの私物を片付けていく。うちの会社のほとんど全ての取引は柏木さんだから成り立っていたんですよ。え？彼じゃないと取引しないと言っている海外の有力会社がいくつあると思っているんですか？そこに見限られたらうちの会社は終わりなんですよ。え？状況が分かっていないのか、横山社長がおろおろとし始めた。そこで俺の電話が再び鳴る。俺はわざとスピーカーにしてその電話に出た。はい、柏木です。柏木くん、こちらの準備はできているよ。いつでもいい。ありがとうございます。社長、すぐに業務を開始するためにもう一人連れて行ってもよろしいでしょうか。
構わんよ。君が連れてくる人材だ。間違いないだろう。顔を上げると檜山を見る。檜山、俺と一緒にアーバンテック株式会社に来てくれないか？え？社長からは許可を得ている。まあ聞いていたと思うが、俺一人だとどう考えても手が足りないんだ。どうだ？荷物をまとめたカバンを手に持ち、通話中のスマホを差し出す。おお、檜山くんか。君なら大歓迎だ。その声は横山前社長。パパ？俺の電話相手は社長の父親である横山前社長だった。リストラを通告されてすぐに前社長に連絡を取り、事の経緯を説明。するとこの騒動を見越していたかのように、前社長はすでに俺のポストを今の会社に用意してあると言ったのだ。詳細を聞いている間に、新しい秘書の芦屋さんが来て、さらに騒ぎが広がっていったというわけだ。ちょっとパパ、何を？お前がリストラした社員をうちで引き取るだけだが？そうじゃなくって、会社経営してるんなら言ってよ。うちの会社にお金出さんぞ。冷たい声で一言告げた。え？お前が無駄遣いした経費のために会社の金は使わんと言っているんだ。何言って。1年前約束したな、楓。ろくに社会人も続かず、親の金を当てにしているお前に、1年間経営者をやれと。それで実績が上がらなければ、二度と親子と名乗るなと。言ったっけ、そんなこと。必死にごまかそうとしているが、その様子から今の話が本当であることを示している。スノーライダーはすでに全てお前の名義になっている。今さら潰れたところで私は痛くも痒くもない。嘘。社員の話も聞かず、お前が好き勝手した結果だ。責任を取りなさい。取り付く島もない前社長の言葉に横山社長はへたり込んだ。社長、私の社長秘書の話はなかったことにしてください。え？幸い契約書を交わす前です。まだ私はここの社員ではありませんから。失礼しますと芦屋さんはきびすを返して出て行った。それじゃあ俺たちも失礼します。追い打ちをかけるように、俺は檜山と共にオフィスを後にした。呆然と座り込む横山社長は、俺たちが出て行ったことにも気づかず、そこに座り続けていた。パチン、エンターキーを押して納品完了報告書を仕上げた。今日もまた大きな取引が終了する。チーフ、お疲れ様です。檜山、今帰りか？はい、出張帰りなんで、今日は早く上がっていいって言われたんで、時差ボケ直しておきます。アメリカ帰りの檜山が寝ぼけ眼でそんなことを言った。俺と檜山は横山前社長が立ち上げた新しい会社、アーバンテック株式会社で前と同じ業務に携わっていた。移籍してくるときにほとんどすべての取引先を引き連れてきたため、業績は爆上がり。一気に会社が忙しくなったと横山前社長から嬉しい闇を言われている。スノーライダーはその後どうなったか。まあ倒産一直線だろう。横山楓社長は父親から絶縁されたらしく、今は面影もなくやつれているそうだ。それじゃあチーフ、また来週。おう、またな。疲れた、しかし充実した顔で檜山が手を振って会社を出ていく。俺はもう一仕事片付けるべくデスクに向かうのであった。